はい、皆さんこんにちは。すいません、ドクターストーンを見てたら投稿が遅れちゃいました。みんなドクターストーン見ました？あれマジ面白いっすよ。ロマンがありすぎてワクワクが止まらないっすよね。忘れかけたロマンが込み上げてくる感じ。見たことない人マジ見てみてください。僕の第3弾目の本が27日に発売されたのでチェックしてみてください。今日なんかいつもと違うことあんのみんな気づきました？もうセカンドチャンネルの方では言ったんですけど、マイクを変えてみました。いかがでしょうか？ここにあるんですけど、結構音質良くなったんじゃないでしょうかね。今日からちょっとこれで試していきたいと思います。今日はちょっとダークな内容になってますよ。前回もダークだったのでダーク続きで申し訳ないんですけど、今日はリアル社会の闇って感じです。事実は小説よりきなりって言いますけど、本当にそうだなって思える動画になっています。都市伝説ってよく言われますけど、あれこれ考えてみたら本当じゃねっていう都市伝説結構ありますよね。メイン州のケネベックバリーという町である事件が多発していました。そこに住む住民の所有物がたびたびなくなったりしていたんですね。空き巣に遭われたのか、冷蔵庫を開けたら何か減ってる気がする、食料がなくなっていたり、家の中のものがちょいちょい消えるといった現象。ほんとこの地域ではたくさんの家庭でこの事件が多発していたので、もうその場所の都市伝説みたいな感じになっていたんですね。北の池の忍者っていう、その地域には池があったので、何者かがこの池の周辺に住んでいると、ユーマかもしれないし、妖精かもしれない、いや仙人かもしれない、何なのか分からないけど、とりあえず住民たちはすごい怖がっていたんです。夜とか一人で行動しないようにと。ただ2013年、この都市伝説が現実となりました。ある夜、一人の男性が慣れた様子で険しい森の中を抜け、家が立ち並ぶ街中に出てきました。いつものルーティンかのように決まった家に入って収納棚からお菓子をいくつか手に取り、カバンに入れ立ち去ろうとしたその瞬間、動作検知防犯カメラが発動し、警報が鳴り、その男性は警察に捕まりました。警察がその男性にお前誰だって聞いてもなかなか答えないんですね。なんかちょっと緊張した様子で、ただしばらくしたらやっと口を開いて、彼は47歳のクリストファー・ナイトだと名乗りました。どうやら話を聞いてみると、彼は家もなく仕事もなく森の中で生活しているというんですね。で、警察がいつからお前森の中で生活しているんだって聞くと、チェルノブイリ発電所の事故いつだって逆に聞いてきて、1986年だよって警察が答えると、その時からだって言うんです。それは27年前の出来事で、なんとクリストファーは27年間も森の中で近くの住民とキャンプサイトから盗みをして生活を営んでいたんです。この地域では冬にはマイナス32度までに達するんですけど、彼はなんと27年間もその中生き抜いたんです。しかも一度も体調を崩さなかったっていうんですね。それだけ自然と同化してたら免疫力半端ないんでしょうね。そもそもなんで森に入ったのかって警察が聞いてみると、特に深い意味はないらしくて、ただ昔から内気で社会との関わりが苦手だったんですね。なので森に入って生活したそうです。しかも両親はそのことを何も心配もせず警察に通報しなかったんですね。どうぞみたいな感じで。そんなことある？確かに社会に揉まれてると腐ったような出来事たくさんあるから森に入りたくなるのもわかるけど、これこそ最強の陰キャかもしれないですね。ここからさらにダークな内容になっていくので覚悟してください。政府がみんなのことを監視してるのはみんなもさすがに承知の上ですよね。はい、承知しましたって承認したわけじゃないけど、政府はみんなのことを監視しているだけでなく、みんなの意思もねじ曲げているかもしれません。そんないかにも都市伝説的な話ですけど、実際過去に非道なやり口である組織によって行われていたんです。1964年11月21日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの妻コレッタ・スコット・キングの元に一通の手紙が届きました。キング牧師がその手紙に目を通すと、なんと驚きの内容が書いてあったんです。キング牧師はもうさすがにみんな知ってると思いますけど、アフリカ人公民権運動の指導者でノーベル平和賞を受賞した方ですよね。そんな彼に送られてきた手紙には、キング牧師が妻以外の女性と関係を示す録音テープとともに、キング牧師のことを汚らわしい異常な野獣よ、よく聞け、お前は録音されている、お前の浮気行為乱暴ぶりは過去の過去まで録音されている、これはその本の見本だ、お前に残された道は一つだけだ、分かっているだろうと、キング牧師に自決するようにと誘導する手紙の内容だったんですね。誰が書いたと思いますこれ？普通だったら彼を敵対視するどっかの輩ですよね。ただこの手紙を書いたのは FBI だったんです。 FBI って市民を脅威から守る存在じゃないのって思いますよね。彼らは過去にかなり過激なことを行ってきたんです。1956年、初代
FBI 長官ジョン・エドガー・フーバーによって極秘プログラムコインテルプロが開発されました。コインテルプロの目的はどんな手段を捕まっても脅威となる存在を排除することだったんです。共産主義が背後にいると思われていた市民権運動の活動家や差別反対を訴える団体に対して侵入、盗撮、嫌がらせの手紙、仲間割れを誘発するためのフェイクニュース、ありとあらゆる違法行為を行ってきたんですね。キング牧師の圧倒的なカリスマ性と彼の影響力は FBI にとってかなり脅威だったので徹底的に排除したかったんです。 FBI 長官エドガー・フーバーは牧師め頭に来るって言ってガラスの机を拳で叩き割ったらしいです。ドラマでしか見ないと思ってたけど現実でもやる人いるんですね。あれそれだけでなく監視されていた有名人といえばジョン・レノンやエルヴィス・プレスリーなども FBI によって監視されていたんです。戦時中だから反戦活動とか人種差別に反対していた、平和を唱えていてなおかつ影響力がある人たちは全員 FBI によって監視され、しかもみんな早くにこの世を去っているんですよね。ミュージシャンだからお薬飲みすぎっていうパターンもあるかもしれないけど、ジョン・レノンなんかはですもんね。またキング牧師もです。一応このコインテルプロは1971年に解散されたんですけど、エドワード・スノーデンの話なんかも聞くともうそれが真実じゃないのは明白ですよね。ついこの間5月13日にタイムリーな報道がありました。キューバや中国に駐在していた米外交官らが脳に損傷を受ける事例が2016年から相次いで被害者が130人以上いる。 CIA や国防総省の職員らも被害を受けたと。19年には米軍が運転する車が交差点を差し掛かった時吐き気と頭痛に襲われたことがあったそうです。これは外部からの攻撃的な仕掛けがあったのかどうかはっきりとは分かっていないんですけど、コインテルプロの技術でこんなものがありました。1965年にパンドラプロジェクトという実験がありまして、これはウォルター・リード陸軍研究所でマイクロ波がどのような影響を与えるか、そしてなぜロシアがそれをアメリカに対して使っているのか研究するというものでした。はっきりとした答えは分からなかったと述べられているんですけど、実験の結果対象者のメンタルと肉体両方に影響を与えることが分かったそうです。そこで生み出されたとされる技術がボイストゥースカル、音声を記録させたマイクロ波を対象者に照射すると耳を介さず頭蓋骨伝達で脳神経に共鳴し、声ではない声が聞こえる。みんな生活してたら脳内にいろんな声聞こえてくるでしょ。いや学校だり、いや早起きめんどくせえ、いや金欲しい、脇くせーって、それは邪念です。ボイストゥースカルは対象者に気づかれずに脳内にマイクロ波を送ることで、あたかも自分の思考かと勘違いさせるように声を聞かせることができるんですね。これは明らかに秘密工作に利用される。ターゲットの人間は声によって狂わせるかもしれない。検知されずにの指令を出すことも可能かもしれないと語られていたそうです。これ実際に使われていたとすれば、数々の暗殺事件の謎が理解できるようになってくるかもしれませんよね。実際に世界中、この日本国内でもこのマイクロ波の影響を受けていると自らがねモルモットだと主張する人がたくさんいるんですけど、それはね本当かどうかわからないんですけど、この技術があるのは確かなのかもしれません。しかもこれ70年前の話ですからね。現代の技術だったらどれぐらい進歩しているのか考えると恐ろしい。そんな FBI が最も恐れていた共産党である中国もかなり闇が深いですよね。みんな新しい服とか電化製品とか物なんでもいいんですけど、買った時に何気なくどこ産なのかってタグを見ることって過去に一度は絶対ありますよね。そこで大体目にするのがメイドインチャイナ。どんな商品買っても大体メイドインチャイナ、何でも中国製やんって思ったかもしれないですけど、それには理由がいくつかあって、一つは生産工程が一貫していて全て機械化されているということ。国土がアホほど広いから資源が豊かで格安などがあるんですけど、その中でも一番闇が深いのは人件費の安さ。ここ最近ニュースでも話題になっていたので耳にした方たくさんいるかと思いますけど、今日はそんな中国の闇に関わるお話を一つ紹介したいと思います。2012年10月、オレゴン州キースケはハロウィンの前日に娘の誕生日のお祝いの準備をしにスーパーにパーティー用の飾り付けを買いに行きました。帰宅しお墓の飾り付けを開封したら、なんと中に一通の紙切れが入っていました。よく見てみると文字は英語と中国語で書かれていて、内容を読んでみるとなんとこの手紙は中国の強制労働者が書いたものだったんです。手紙には何て書いてあったのか。この商品を買ったらどうかこの手紙を国際的な人権団体に届けてください。ここでは数千人が中国政府により迫害を受けています。マサンジャ労働教養所から。適当にスーパーに行って飾り付けを買って開封してみたら手紙が入ってて、読んでみたらそれが中国
国の強制労働者からどういうことって思いますよね。ただ手紙に書いてあった場所をネットで調べてみると、確かにそこでは労働施設があるとヒットしたそうなんです。しかもそこでは残酷な現実が行われていると。どういうことなのか、みんな法輪功って知ってますか？法輪功っていうのは1992年に中国で始まった健康法である気候を行う修練法なんですね。中国政府も健康法ということで推薦していたんですけど、ただ1999年頃には中国で学習者が7000万人までになって、それに恐れた中国政府が1999年に法輪功を弾圧するようになりました。僕そんな法輪功に関しては詳しくはないんですけど、ある一説では平和とかね、スピリチュアリズムを唱えていたから中国政府にとっては厄介だったそうなんですね。それが本当かどうかわかんないけど、向こうでは口にするだけでもアウトだそうです。ボルデモート的な、カルト宗教的な扱いを受けているんですね。そこでスン・イっていう男性がいまして、彼も法輪功をしていたんです。その弾圧を世界に伝えようとしたところ拘束され、彼はマサンジャ労働教養所というところに送られました。そこは法輪功を学習していた方が8割で、残りは犯罪歴がある方が入る施設で労働教養を受ける場だったんです。ただそこでの体験が21世紀とは思えないかなりひどな場だったんです。牢獄みたいな施設に送られたスン・イーさんはグループに分けられ、朝4時から夜11時、ひどい時は夜中まで先ほど見せたハロウィンの飾り付けを作らされていたそうです。寝所は鉄製のベッドにぎゅうぎゅう詰めになって、そこにも監視が常に見張っていたと。ある時奥さんから彼の元に手紙が届いて、その内容は離婚したいというものだったんですけど、その手紙がねきっかけとなったのか、ス・インさんは現状を手紙に書いて、それを商品の中に盛り込めば世界中に現状を伝えられるんじゃないかと思ったそうです。商品パッケージは全部英語で書かれていたので、ヨーロッパかアメリカの方に送られるんじゃないかと推測した彼は、どこで手に入れたのかわからないんですけど、ペンと紙を用意して夜中隠れながら現状を伝える手紙を2年半の間に20枚ぐらい書いたそうです。商品の収集トラックがいつ来るのかも彼は理解していたので、どこに盛り込めばいいのかも彼は理解していたそうです。その手紙が同僚に見つかってしまったので、素直にね意図を伝えると、彼らもね協力したいっていうので何枚かを何人かに手渡したんですけど、それが最悪な事態を招いてしまったんです。仲間が隠していた手紙が監視に見つかってしまい、誰が書いたのか分かるまで彼らは一人一人電気ショックやらようわからん痛そうなストレッチみたいな格好にさせられたり、一日中何日間も貼り付けにさせられたりと痛めつけられたらしいです。それを耐え抜いたスン・イーさんは2010年9月に施設を開放され、どうやったのか中国の監視網をくぐり抜け、ニュースを見ていると、オレゴンである女性が中国からの SOS の手紙を発見し、それが世界中で話題になっていることを知りました。オレゴンの女性はこれをね大々的に公表したら関係者が危険にさらされるかもしれないと思ったんですけど、でも使命でねこれをちゃんと世界に公表しなきゃいけないと思ったそうです。2013年には中国の連日紙で大々的に報道され、当然すぐ規制されたんですけど、中国中に知れ渡り、2013年にはこのマサンジャの労働教養所は閉鎖されたと報じられました。よかったよかったと思いきや、中国はすぐにシンチャンに新たな労働教養所を設立し、マサンジャよりもさらに大人数を収容できる施設となりました。マジで闇が深すぎる。ちなみにスン・イーさんはオレゴンの手紙を受け取った女性と会うことができたんですけど、2017年10月に健康だったはずの体調が急変し、スン・インさんはこの世を去りました。話によると、その2ヶ月ほど前に中国政府の関係者と会っていたことが関係しているんじゃないかと友人が推測しているんです。これが全て本当だったらスン・イーさんかなり勇敢ですよね。ただ闇が深すぎる。100年前と現状何も変わってないじゃないですかね。十分胸クソなんですけど、もうちょい踏み込んでみましょうか。都市伝説の一つで人口削減なんかがありますよね。政府が意図的に人口を削減して世の中を回しやすくしてるってやつ。真実かどうかは賛否両論なんですけど、これ大々的に行われてるんじゃねっていうのが一人っ子政策。人口増加を恐れ1979年から2014年までに行われた一組の夫婦につき子供は一人までとする人口抑制計画。二人目を産んだ夫婦は賃金カット、社会教育費カット、仕事での昇給なしなど、実質的に社会から抹殺されてしまうほど厳しい内容だったので、二人目を産みましたってとてもね報告しづらい状況ですよね。僕が生まれた頃はねもうこの計画根付いていて、そういうものだって思
思っていたんですけど、よく考えてみたらこれかなり過激な計画ですよね。30年間行われたこの政策は4億人抑制できたとされているんですけど、恐ろしいのが多くの家庭は後継ぎのことを考えて1人目に女の子を授かったら男の子を授かるまで産み続けるんですね。ならその女の子はどうなってしまうのか、悲しいことにいろんな意味で売買されてしまうんです。この子供たちは兵配図といって戸籍を持っていないので国民として認められていないんですね。なので学校や医療などの行政サービスを受けることができないんです。2010年に行った調査では少なくとも人口の 1%、1300万人が兵配図だと見られたんですけど、そこで繰り広げられるビジネスは年間1000億円だとも推測されているんです。人身〇〇や臓器〇〇で海外に売られていると、これが本当ならとんでもねえ額っすよね。この一人っ子政策やる前からこうなることはある程度予測できたんじゃないでしょうかね。中国の急成長の裏にこういった背景が隠れていたと思うと恐ろしくないですか？嘘のような本当の話なんですけど、このことを考えていたらある人気漫画を思い出して、約束のネバーランドってありますけど、あながちあの世界観はただの物語ではなく現実じゃねって囁かれていますよね。ちょっとネタバレになるので、約束のネバーランドまだ読んでない人こっから見ない方がいいです。軽いあらすじはグレイスフィールドという孤児院でイーンのシスターイザベラの下で頭脳を測る特殊なテストを受けながら平和に暮らしている子供たちのお話で、6歳から12歳までの子供たちは里親の元へ送り出されるんですけど、実はそんな平和な世界ではなく、里親の元へと送られていると思われていた子供たちは実際は鬼という存在に食べられる食肉として育てられていた農園だったという残酷な世界だったんです。その鬼というのは人間を食べることによってその性質を吸収し自分のものにできるので、頭のいい子供たちがいる農園は高級な家畜として扱われ、また鬼たちの中でもね、いろいろな階級があって高級な農園を食べれるのは貴族的な立場の鬼たちなんです。みんな今年の1月にこんな報道があったのを知ってますか？シスターによって管理されていた母子施設で1万人の子供たちのピーですよ。詳しいことは調査中なんですよ。飢餓とかの可能性ももちろんあるので、ただここを読んだらわかると思うんですけど、非人道的なことも行っていたそうなんです。全部で18施設あったそうなんですけど、先ほどの数字は全体の 15% の子供たちなんだそうです。その数字を聞いただけでもエグさが伺えますよね。先ほどの中国の闇もそうですけど、物語のようなことが現実でも行われているのはまさに事実は小説よりきなりって感じですよね。全てが明るみに出てくる日はやってくるんでしょうか？みんなどう思いますか？この残酷な現実を目の当たりにして、何十年何百年前から人類変わってないじゃんと思いますよね。人類はね、本当の意味で成長する日はやってくるのか、あるいは無限ループのように同じことを繰り返すのか、どう思いましたか？どう思いますか？どう思いますか？それでは皆さんご視聴ありがとうございました。